皆さんおはようございます。今日は年末に向けて今年最後の断捨離をしていこうかなと思います。日本に帰ってから約1年が経って使うもの使わないものの区別も見えてきたので、今回は今年1年間使わなかったものを、手放していこうかなと思います。あとは使ったけれどももう使わないなっていうものや、買ってみたけどちょっと自分には合わなかったなっていうものとか、あとは重複しているアイテムとか、そういうものもまだまだあるので、家中のものの整理をしながら捨てかつ断捨離していきたいと思います。皆さんの年末の断捨離のお供になりましたら幸いです。それではスタートです。まずは一番手放しやすい冷蔵庫の中身から見ていきたいと思います。冷蔵庫の中身は今は夫がいないので、そこまで食材が多いわけではないんですが、というか結構空っぽですね。ここら辺は常に稼働しているエリアなので特に手放すものはないんですが、ちょっとここら辺のサイドポケットが怪しいのでちょっと見ていきます。こまごましていますが、サイドポケットからはここら辺のものを手放そうと思います。これは賞味期限が今月なのですが、最近はあんまりシャンタン使わないので手放そうと思います。で、ここら辺は子供たちが粉末のたまにインスタントのスープを飲むんですが、1回で飲みきれないのでこうやって残ってしまうんですね。で、賞味期限全然まだ先なんですが、1回飲んでちょっと飽きて次飲むのまた数ヶ月後とかになるので、これはもう手放そうと思います。で、これは手放さないんですが、ここに新しいおたふくソースがあるのにこっち残っていたので手放そうと思います。夫が関西人なのでなんかソースにすごくこだわるんですけど、私正直このたこ焼きソースとお好みソースの違いが分からなくて、もうあんまり残っていないのでこちら手放してお好みソースだけにしたいと思います。で、あとはこちらの生姜はほぼ使い切りなので、今日生姜焼き作るのでそれで絞り出して終わりにしたいと思います。なので冷蔵庫からはこれを除いたこの子たちを手放します。意外と少なかったです。続いて食器棚を見ていきます。はい、食器棚から手放すものはこちらでした。娘の古い水筒ですね。もう結構プラスチックに傷がたくさん入ってしまっていて衛生的に良くないかなと思うので手放します。で、あとはこちらに付属していた紐も手放します。あとはこちら息子のお茶碗ですね。結構使いやすくて重宝していたんですが、割れないお茶碗っていう名目だったのに割れてしまって、落とし方が悪かったと思うんですけど割れてしまったので衛生的に良くないので手放そうと思います。はい、食器で手放すものは以上です。続いて引き出し見ていきますが、こちらはあまり手放すものがないですね。子供のお味噌汁茶碗と、平皿というか、ランチプレートですね。あとは紅茶とかふりかけとかです。で、こういう箱収納ボックスは買わないようにしていて、引っ越しの時に一番かさばるものだったので、なのでこういう引き出しの中の整理は空き箱とかで極力するようにしています。また引っ越したら必要なサイズの箱とかも変わるのでこういう箱を使っています。そうですね、捨てるものに関してはここはありませんでした。続いて下の段はここも特に捨てるものないですね。で、最後が食材のストックとかですが、一番下の段も賞味期限切れもなかったのでこのまま捨てるものないかなということでしまおうと思います。続いて、コンロ下の収納を見ていきます。はい、キッチンの下の引き出しを全部見ていきましたが、手放すものはこの3点だけです。1つ目が強い子グラスが入っていた箱です。3個セットでこの箱に入っていたんですね。で、子どもたちにまだ早いかなと思って様子見ていたんですが、全然問題なく
ガラスのコップ使えているので、これはもう手放します。で、こちらは植物を飾っていた紐ですね。もうちょっと細い紐がいいなと思って探していたんですが、先日あちらにあるように細い紐が見つかったので、こちらは手放します。で、最後は三脚の袋ですね。三脚も新しい三脚を買ったので、古い三脚は手放そうと思います。なのでこちらの三脚の袋、なんでここにあったかは不明ですが手放します。はい、続いてクローゼットです。クローゼットは私の服と夫の服が入っているので、いっぱい入っているように見えますが、もう私の服自体はそこまでは多くないですが、それでも手放すものはあるので、中見ていきたいと思います。はい、私の服手放すもの1つ目はこちらの水色の、セーターですね。状態は綺麗なんですけれども、かなり薄手で、今の私にとってちょっと寒い。オフィスに通っていた頃はこれくらいで良かったんですけど、ちょっと今は、寒いなっていうことで、こちらは手放そうと思います。で、もう一つが、ニットのズボンですね。去年愛用していたんですが、毛玉がすごいことになってしまって、頑張って取ったりしてるんですが、それでも毛玉がすごくて、ちょっと着ていてもみっともないなということで、これは手放そうと思います。ユニクロの形がすごく綺麗に見えるズボンですね。ニットのズボン、こちら手放します。続いては白いロン T ですね。去年から使用頻度が高すぎて、洗濯しすぎてちょっと黒っぽくなってきてしまったのと、あと乾燥機にかけすぎて縮んでしまってちょっときついなって感じるようになったので、こちらは手放します。で、代わりに今着ているのが GU のシアロング T シャツ、こちらの L サイズを買ったので、こちらで今はさっきの白いロン T の代用をしています。最後に手放すのがこちら、パジャマにしていたユニクロのフリースですね。こちらも毛玉がいっぱいになってしまって、で、この間ユニクロのサンリオコラボの可愛いパジャマ買ったので、今はそちらを着ています。なのでこっちの古いパジャマ、さっきのニットのズボンとこれとこれでパジャマにしていたんですが、どちらも毛玉がひどいので、こちら手放そうと思います。はい、クローゼットから手放すものは以上です。ちなみにここから右が夫の服で、こっちから左が私の服です。はい、続いてこちら仕事用の棚なんですが、この棚から手放すものはこちらの三脚です。三脚は今使っているもの、新しいものを買ったので、こちら手放そうと思います。なんかね、調整がうまくいかなくなってしまって、ネジが緩んでしまったり、角度調整がうまく止まらなかったりして使いにくかったので、もう手放そうと思います。さっきのキッチンで出てきた袋と合わせて手放します。クローゼットとオフィスの断捨離は以上です。はい、続いて玄関の断捨離をしていきます。玄関は意外といらないものがたまりがちです。片っ端から見ていこうと思います。まずは壊れた縄跳び、なんでまだ置いてあるのかわからないんですが、壊れたので、あとここがもう見当たらないので手放します。続いて子供の靴、これもマジックテープ部分がバカになってしまって止まらなくて危ないので手放します。まだサイズ的には履けるし綺麗なんですけど、ちょっとここが止まらないと危ないので手放します。はい、続いて子供のサイズアウトした上履きですね。これは娘がサイズアウトして息子使えるかなとか思ったんですが、さすがにこの柄は使わないかなということで手放します。はい、あと100均で買ったカード入れ、何かに使えるかなと思って日本に帰ってきた頃に100均でテンションが上がって買ったんですが、何にも使わずしまい込んであったので手放します。続いて私のヒール、これはもうOL 時代に履いていたヒールです。念のためにと思って取っておいたんですが、やっぱり念のための日は来なかった。これはもう手放そうかなと思います。かなり履いて、このかかとも何度か補修してもらいつつ履いてたんですよね。
結構好きだったんですけど、もうちょっと今久しぶりに見ると色あせとかが目立っていて、20代の頃に履いていた靴なので、もし次ヒールが必要になったらもっといい靴買おうかなと思います。ということでこちら手放します。はい、あとは雨靴ですね。こちらサイズアウトしたので13だか14だか14か、2人ともサイズアウトしたので手放します。こちらももうほぼサイズアウトしてるので2つ手放そうかなと思います。はい、あとは入ってるようには見えますが、公園のグッズだったりカッパだったり、あとはベビーカーとか自転車のカッパ、雨よけだったりレジャーシートだったりするので、こちらに入っているものは残りは使っているものですね。はい、じゃあ続いて次の真ん中のところに行きたいと思います。こちらも手放すものがいくつかあるかと思います。まずは明らかなゴミ、銀行の封筒は手放します。入ってないよね。入ってないですね。続いてこちらですね。モンベルで買った薄手の手袋で、かなり使っていたんですが、生地が弱いのかなんかね、モンベルだから信頼していたんですけど、すぐ引きつれるしすぐ切れるし、もうこれさすがに使っていて恥ずかしいなっていう、人に手元見られると恥ずかしいし、ちょっと自分も惨めな気持ちになるので、こちら手放します。春先とか、あと秋の時期によく使いました。今はもう真冬で違う手袋、あったかい手袋があるのでこちらを手放します。はい、あとは使っている靴と夫の靴とお財布とかだけなので、手放すものはないかなと思います。はい、なので玄関から手放すものはこの靴たちと、あとは、縄跳びとかですねでした。クローゼットの中を見ていきます。ここは、結構買い物袋とかが入っているので、あと子供と夫がお出かけする時の袋とかが入っているので、ごちゃごちゃしているように見えますが、数はそんなにないのでこのまま置いておきます。エコバッグとかが2枚ぐらい入ってますね。はい、でその上が、ちょっと悩んでいるものが結構あって、まず一つがこれですね。ラミっていうのかなの万年筆ですと、あとインクポットですね。これは夫がお土産で買ってきてくれたんですけれども、万年筆使わないので、これは使わないまま家に置いといてももったいないなということで、手放そうと思っています。奥にあるのがこの万年筆のカバーと替え芯ですね。であとはこれインクポットなんですが、ちょっとよく分かってないんですけど、ここにインクを入れて使うこともできるし、このインクポットを使って書くこともできるみたいなペンだったと思います。ちょっと使ってないのでわからないんですが、これはもう新品未使用なので、どこかで売ろうかなと思います。あとこちらの奥にあるのは子どもの健康手帳とか、予防接種のタダ券とか予防接種の券とかなので、これは置いておきます。で右端にあるのが、これはちょっと悩んでいて、カリンバですね。音楽奏でるやつで、ベトナムの時に何か楽器したいなと思って買って、半年ほど楽しんだかななんですが、ちょっと今音楽をする機会がなくて、半年1年ぐらい使っていないので悩んでいますが、やっぱり音色がすごく綺麗でちょっと悩んでいます。今音聞いたらやっぱり綺麗だなと思うので、これも少し取っておこうと思います。はい、でここがパソコンケースですね。2つあります。使わなくはないんですが、そこまでこっちがね気に入ってるわけではないです。夫は今出張中なので帰ってから聞いてみます。はい、あとこれもお札とかですね。日本に住んでいた時に持っていたお札とか発泡よけとか、日本のお守り、受験のお守りとかが結構溜まっていて、神社にお返しできていなかったので、これも炊き上げしてもらおうと思って、上の方に置いてます。床に置くといけないなと思ってなんですが、まだ機会がないのでここに置いてます。
なのでここから断捨離するものはいっぱいあるようでなかったです。この万年筆だけでしたね。はい、季節物の、毛布とかですね。これは子供も使っているので、自転車に乗るんですけど、自転車に乗る時に子供に巻きつけたりするので、ここら辺は使っています。で、上がお雛様と5月人形の飾り物、飾り絵巻ですね。海外への引っ越しがとても多いので、軽くて持ち運びできるサイズのものを買っています。本当はもうちょっと大きくていいものを買ってあげたいんですが、なので娘のはこのサイズで、息子のはこの絵巻物にして持ち運びやすいなとは思ったんですが、さすがにもうちょっと立体的なものがいいかなと思って、もう少しだけ大きいものを買おうかなと思ったりしています。はい、なので手放すものはないです。強いて言うならこのマフラーいらないかな、使ってないですね。このマフラーはしばらく使っていないので手放そうと思います。こちら出しておきます。はい、ここは以上ですね。で、この下は娘のスイミングのグッズとか、あとは保育園で使っているバスタオルの予備とかですね。あとはクッション、今ブランケットがソファーの上いっぱいあるので、ブランケットで占領されているのでクッションは1回しまっています。なのでここに置いています。で、その下はもう空っぽで、ここは子供の夏服を入れています。来年着る夏服とか、あとは頻繁には使わない、調理実習用の三角巾とかエプロンとか、ここには入れています。なので来年の夏着る服と、その他もろもろ行事服はここに入るだけと決めていて、実際ここに入りきっているので手放すものはないですね。あとこれは娘がお出かけする時に自分の荷物を入れて背負うカバンです。なのでここに入れておきます。はい、クローゼットの断捨離は以上ですかね。ダイニングです。捨てるものは特にないかなということで、座布団とうさぎちゃんとティッシュを片付けて、あと奥に落ちている葉っぱを拾って終わりにしたいと思います。ここにあるのはいつもの葉っぱと、あとクリスマスのささやかなツリーですね。本当は大きなツリー買おうかなと思ったんですが、また海外に引っ越す可能性が高くなってきたので、一旦この小さなツリーで我慢しています。はい、続いてはリビングです。リビングも手放すものは特になく、収納家具とかもないので、もう見えているものが全てです。なのでリビングもおしまいです。続いて子供部屋です。子供部屋は先日子供たちといるいらないの仕分けをしたので、いらないに分類されたものをここから手放していこうと思います。はい、子供たちが子供部屋から手放すものを集めてきました。子供の方が潔く思い切りよくいらないって振り分けてくれるので、親としては見習いたいなと思いながら見ていました。で、これはお風呂でよく使っていたゾウさんのじょうろですね。もう使わないそうなので手放します。これも100円ショップで買った車なんですが、100円ショップだからかちょっと走りが悪くて息子があまり好きじゃなかったそうで、いらないと言っていました。2歳息子がいらないと言っていたので、本当にいらないんでしょう。なので捨てます。こちらは、パズル、マグネットパズルで、結構親として私はいいなと思っていたんですが、もう2人とも使わないそうなので手放します。こうやってマグネットで貼っついてくれるので散らばらずにいいなと思っているんですが、どうやら多分形が単調なようであまり好きじゃないみたいで、こちら手放します。はい、続いては子供部屋から手放すものは、子供部屋から手放すものは、まだ箱の中にもいっぱいありますが、こんな感じですね。
続いて洗面所です。毎回ここにボロボロになった服とか雑巾用に使う服とかを貯めているので、ここの服を出していきたいと思います。はい、ここら辺が、洗面所の上の溜めていたところから出してきた服です。傷んだというか、着古した下着とか、あと子供たちの洋服とか、保育園でたくさん使ってボロボロになった手口拭きとかがあります。大体は全部たくさん着たものなんですが、唯一この服だけ西松屋で買った服かな、2、3回しか使っていないんですが、本当にひどいくらい毛玉ができてしまって見れないかもしれないな。ちょっとみっともないので、これは数回しか着ていないんですが、手放そうと思います。毛玉取りでやっても全然取れないぐらいの毛玉なので、さすがに着させていてもかわいそうなくらいなので、これ手放します。あとも全部手放しますが、こういうタオル類はお掃除に使ってから手放そうと思います。はい、子供洗面所の上の段からは以上です。はい、洗面所の上の段の右側にあるここら辺も手放そうと思います。ホーチミンにいた頃には結構子どもたちが日中も汗をかいて頭がベトベトになることがあったので、これを使っていました。日本に帰ってからはそこまでそういうもうびちょびちょになっちゃう機会とかもないので、これは手放します。こちらは先日使い切ったランコムの美容液ですね。こちら手放します。でこちらは昔使っていたファンケルのクレンジングですね。使うかなと思って取っといたんですが、1年間取っといても使わなかったので手放します。もう今は、石鹸で落ちるコスメしか使っていないので、これが必要になることも当分ないかなということで一旦手放します。また必要になったら買えばいいかなと思います。もう半分以上ないしね。はい、続いてこちらですね。こっちは手放すものはほぼなくて、ハイターとクエン酸水と、あとは洗濯ネット全部使っているので、これは置いておきます。続いて洗面台です。洗面台は基本的には使っているものばかりですが、このヘアオイルがもうほぼないので、これはあと 2,3 回あるので、年末には手放すものかなと思います。こちらは肌に合わなかった化粧水なので、今体に塗ってます。でこれは息子のちょっと乾燥がひどいところに塗っているものです。でこれは夫の石鹸で、これは、ボディクリームですね。なので手放すものはこれ以上はないかなっていう感じです。で続いては、こちらは私のコンタクトレンズでまだ使っているので取っておきます。でこれはメガネ拭き取っておきます。でこちらが娘のネイルで、これがもう空っぽで、しかも固まっているので手放そうと思っていました。娘も手放していいよって言ってたので、これは手放します。はい、これはまだこの間買わされたばっかりなのでまだあります。でこれネイルリムーバーですね。でその上が、絆創膏とかの箱で、その上がトラベルグッズ、トラベルポーチですね。なので特に手放すものはありません。はい、続いて真ん中の鏡の裏ですね。鏡裏はこんな感じで結構スカスカです。まず上から見ていこうかな。これはパンピューリの石鹸でかなり匂いが気に入っているので、いつも使っているんですが、今子どもたちが結構石鹸をたくさん出すフェーズに入ってしまって、なので一旦はこのきれいの普通の石鹸で遊んでもらっています。落ち着いたらまたこの好きなパンピューリの石鹸に戻そうと思います。で綿棒ですね。綿棒たくさん実はあって、引っ越す友達からいただいたんですけど、こんなに使わないので新しい方だけ残して、古い方はちょっと大掃除にでも使って一回手放そうと思います。もう3年ぐらいあるのでこれは手放します。であとはティッシュと、あとヘアアイロンですね。こちらのヘアアイロンストレートアイロンなんですが、
電圧がちょっと調べないとわからないんですが、海外対応じゃなかった気がしていて、で多分来年海外に引っ越すので、このタイミングで手放そうかなと思っています。最近はもうワンオペがデフォルトになってしまって、朝子供たちの面倒を見ながらアイロンかける時間もなく、ちょっと手放そうかなと思います。一旦出そうと思います。もう本当に数回しか使えていないんですが、ヤーマンのいいものなので、こちらはまあ手放すとしたら売るかなと思います。はい、で続いてこれはフロスで、これはボディオイルですね。こちらがあれですね、以前クレンジングしていた時にはこの洗顔も使っていたので洗顔残していたんですが、今このバームで事足りるようになったので、この洗顔は半年以上使っていないので、こちらも手放そうと思います。はい、あとは使っているものだけなのでこんな感じになりました。綺麗に並べたらおしまいかなと思います。左側の鏡の裏です。こちらは息子の割り勘とか、夫の水フロスっていうのかなとかが入っていて、全部使っているものなので手放すものは特になさそうです。続いて洗面台下ですね。洗面台の下はあまり捨てるものはないですね。奥に見えるのは賃貸でついてきた洗面所の部品とかなので、あれは手放さないです。で手前にあるのはオキシクリーンです。これはまだ使うので取っておきます。で、こっち側も一緒ですね。こっち側も一緒で、これきれいの詰め替えが少し残っているので、これはこのまま置いておきます。で右側ですね。右側はこっちから見ようかな。右側はお掃除用にと取ってあった古い歯ブラシと、あと洗濯洗剤の替えですね。であとはコンディショナーですね。今使っているのがなくなりそうなので、ここに1本置いてあります。洗濯洗剤はもう補充のマークが出ていたので、今日補充してこの袋自体は手放そうかなと思います。補充してもまだたくさん残っていたので、こちらはまた下に置いておきます。残った分は。でこれはお風呂場に移動します。でこの歯ブラシは今週大掃除で使うので、もうこれで大掃除で使っておさらばします。はい、なので洗面所の下はこんな感じですっきりしました。あんま変わらないかな。はい、で続いて洗面所の引き出しは特に捨てるものはないかな。子供の歯磨き粉と大人の歯磨き粉と私のヘアバンドですね、洗顔の時の。で子供のブラシ、私のブラシ、子供の、ヘアゴムの入れ物ですね。なので手放すものなかったです。2段目もドライヤーしか入っていないので手放すものはありません。3段目は旅行用の歯ブラシセットが入っていますね。あとこれは空の袋かな。これまだあったんだ。これは手放します。はい、今回はこれだけ手放すことができました。本当に毎月断捨離しているのに、またこんだけの量が出てくるって、なんだかちょっと圧倒されますね。本当に物の買い方とかちゃんと見直さないとなと思いました。はい、年末に向けて皆さん断捨離される方も多いと思うので、今回の動画が何かしら参考になりましたら幸いです。よければ皆さんも一緒に断捨離していってください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。